こんにちは。お元気ですか？今日は7月18日の土曜日ですね。週末でございますね。お疲れ様です。土曜日っていうと、ちょっと明日もまだ休みだから、気持ち的にちょっとルンルンな感じじゃないですか。疲れが溜まってたりとかしたら、午前中とかはずっと寝たりとかダラダラしてたからもしれないですけれども、午後になってちょっとフラフラしてコンビニとかスーパー行ったりしてアイス買ってくるとかね、今晩飲むビールを買ってくるとかね、そういう人も多いんじゃないかななんて思ったりとかします。私はね、会社員じゃなくて完全個人でお家でお仕事をしてるので関係はないんですけれども、週末とかね、土曜日っていうとね、そういう印象がありますね。さて、最近私はね、もう日常的にね YouTube とかを見るのが習慣になっちゃってるんですけども、もうテレビというものを見なくなってから多分10年ぐらいは経ったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。何か DVD とかを見る時のモニターとしてね、テレビはちょっと家にあって邪魔ではあるんですけども、でも DVD って言ってもな、1年に1回も使わないからそろそろ処分した方がいいかもな。いいや。そんな感じで普段ね YouTube をねよく見るんですよね。お仕事して疲れたとか言って小休止する時ってね、ちょっとコーヒー飲んだりお菓子食べたりとかしながらだいたい YouTube 見ますよね。昔はねちょっと読書するとかね、そういうのもあったんですけども、疲れたっていう時はね、こう文字を自分から読む、能動的に何かを楽しむっていうね、読書とかよりもなんかボヘーっとしてればもう勝手に画面がこう映像とこう音声とか喋ってくれるっていうね、こう受動的になんとなくこう楽しめるこの YouTube とかね、そういう映像的な娯楽をついつい楽しんじゃいますよね。しかも1本がね5分とか、15分とか20分とかね、それくらいで終わるっていうのがね、気軽に見れていいですよね。あとは疲れたっていう時はね、ベッドとかに寝っ転がりながら見れるっていうのもね、すごくいいポイントですよね。だからね、ついつい一日のうちに YouTube を見る時間が長くなりすぎちゃって、それはちょっとね、まずいなっていうか良くないなとは思ってるんだけど、でも見ちゃいますよね。で、ここ最近ね、私が結構ついついよく見ちゃうなっていうのは、バレエ、踊るバレエですね。バレエの映像なんですよね。ちょっと前に私がバレエの漫画をよく見たりとか、それでちょっと検索もしたりとかしたせいか、Google のアルゴリズムでね、多分YouTube の方にもね、ちょこちょこっとバレエを私のおすすめにね載せてくるようになったんだと思うんですけども、それでつい一回ポチってするとまたちょっとおすすめに出てくるじゃないですか。そんな感じでちょこちょこ最近はバレエを見てたりとかするんですけども、そんなに真剣には見てないんですけどもね。それで最近よく見ちゃうのが熊川哲也さんのバレエの踊りの YouTube の画像がね、ついハマっちゃうっていうかね、つい見ちゃうんですよね。なんかね、私全然バレエとかね、そういう芸術的なそういうのとか全然わからないんですけども、見ててなんかね、楽しいっていうか気持ちいいんですよね。なんかすごいじゃないですか、熊川哲也さんって。やっぱり素人オブ素人の私でもなんかすごすぎるっていうのが分かるぐらいすごくて、あとすごく特徴的でもあると思うし、分かんないけどね、見ててね、ジャンプとかね、ぐるぐる回るのとか、ジャンプした後の着地のポーズとかのがね、あまりにもピタリと決まるのがね、それおかしいやろっていうそのなんか規格外すぎるところがもう逆に笑けてきちゃうんですよね。だからなんかこのジャンプとか見ると、わすごいとかそういうんじゃなくて、普通に声出して笑っちゃうんですよ、見てて。なんか本当にお笑い見た時みたいな笑い声、なんか
普通にそういう風にわはははって笑っちゃうんですよね、見てて。なんかね、すごすぎて楽しくなっちゃう、見てて。なんか嘘やろみたいな感じでそれが見てて楽しいんですよね。だから芸術的な感じで素晴らしいとかね、そういうの分かんないんですけど、見ててもうおもろくなっちゃうなんかすごすぎて、今ピタリしすぎやろみたいな感じで、なんかそのピタリっていうのがすごいなっていう簡単のあれもあるし、あとこのバレエという芸術っていうかスポーツ選手を見てる時のその運動能力とかその躍動の凄さっていう部分が見ててわーっていうのと、あともう一つちょっと不思議な感覚なんですけども、あまりにもこうピタリと決めるので、あのしかも、まあ、私芸術的なことわからんなんですけど、すごく素人目線的にすごく音楽とすごく踊りのそのなんていうのかな、雰囲気とそのピタリというとことかわーっていうこの音楽とのそれと体の動きが気持ちいいくらいこう連動するんですよね。それも一つのピタリなんですけれども、だからそのぐるぐるぐるって回りながら高く飛んでふわりと高く飛んで、そのぐるぐる回って着地した後のそのポーズがピタリと決まりすぎて、それがちょっとおかしいそのおかしいっていうのは超人的に一般的にありえないっていう意味のおかしいと笑っちゃうぐらい、いやピタリしすぎやろっていう、そのピタリとそれがちょっと気持ちよくて、その気持ちよさがちょっとパズルゲームとかでしっかりハマった時の気持ちよさ、もしかしたらルービックキューブとかやった時のカチッて全部揃った時の気持ちよさとかね、そういうのに似た気持ちよさもあるんですよね。完璧すぎる気持ちよさっていうか、それがなんか多分見てて気持ちいいのはこの音楽の抑揚とか、あとは多分ストーリーとかもあると思うんですけども、そういうのともやたらとこうマッチしてるんですよね。だからそれで見てて芸術よくわからん私でも見てて気持ちいいっていうのと、あとやっぱりね、この超人的すぎるその身体能力が見てて気持ちいいんですよね。あとはこのバレエダンサーとしてはちょっと小柄っていうのもあって、このキビキビ感とそのキレの良さが際立つんですよね。小回りの利く感じもあるじゃないですか。なんていうのかな、格闘技とかでもやっぱり小さい選手ってすごい小回りというかね、この連打とかの素早さとかなんかそういうなんていうのかな、そういうのがやっぱりどうしてもあるじゃないですか。それと似た感じでやっぱりこう比べてちょっと大きい同じ同じ役とかでもちょっと体格の大きい人が同じの踊ってるのとか見ると、それはそれでダイナミックで抑揚感があってわーって感じなんですけども、どうしても見てて気持ちいいのは熊川哲也さんスタイルのやつが見ててなんかもうね笑っちゃうんですよね。ありえんっていう動きが、それが気持ちいいっていうのをついつい見ちゃってるなっていうのがありましたそうそう、だからその熊川さんが現役世代で一躍すごく有名になった時って、まだ YouTube とか全然そんなに台頭してない時代というかね、 YouTube っていうのはあったと思うんですけど、一般的にまだ YouTube っていうものが知らない人が多いっていうぐらいまだ全然だった頃だと思うんですよ。で印象として私はテレビで結構 CM とかに熊川さんがやっぱ出てた。だからそれで一躍誰も日本人で知らない人はいないぐらい有名になってて、ネスカフェゴールドブレンドとかにも出てたんじゃないかな。ちょっと記憶違いだったらごめんなさい。なんかそうそう、なんかそういう印象があるんですけれども、まあその時はねやっぱ YouTube っていうのがないから、一般の人がねたくさんその熊川哲也さんが踊っている
画像っていうのはね、テレビで特集された時ぐらいしか見る機会ないじゃないですか。でも今だったらもう YouTube は1個見ればどんどんおすすめでも出てくるから、いろいろ見れて楽しいなと思いましたね。だからその現役の時にもし YouTube っていうのがもう一般的に広まってたら、もうみんな見まくっててすごかったろうなっていうね。この新たななんて言うんだろう、バレエっていうと一部の人しかなんかあんまりこう一般的にこう見れないものというかね、そういう芸術という部分でもちょっと敷居が高かったりとか、単純にチケットがお金かかるとか、やっぱり本場のこの外国に行ってとかも難しいしとかね、そういう本当に一部の人しかっていうのが多かったじゃないですか。でもね、今はね、全然こう関係ないなんていうか、その辺の土方の兄ちゃんとかでも一回見たら、わあすごい面白いなって思ってハマって YouTube のバレエ系の動画いっぱい見ちゃうとかね、それで変に詳しくなっちゃうとかね、多分こう世の中にはそういう人もいると思うんですよね。なんかそういうのがね、今の時代ってちょっとおもろいなとか思ったりとかしましたね。まあ私もね、そのバレエのバレエたる本当の面白さとか全然わかんないですけど、単純に見ててなんか笑っちゃう、声出してははははって笑っちゃう感じがちょっと見てて楽しいなって最近思ったりとかしてて、最近は熊川哲也さんブームになってるっていう感じでございます。あとね、最近あれって思ったこととして、この前スーパーに行ったんですけれども、レジ前にね、いろいろ日用品とかお菓子とかこう置いてあるじゃないですか、このレジ前商品というかね。それでね、使い捨てカメラの映るんですが売ってるのを見て、なんでこんなん売ってんのと思ってちょっとびっくりしたんですよね。今時こんなん買う人いないと思うんだけど、それともなんか懐かしブームでなんか今少し話題になってるとかそうなんかなとか思って、で家に帰ってググってみたら、結構ねもう1年ぐらい前、去年ぐらいからこの使い捨てカメラ映るんですとかがちょっとねブームになってるらしいんですね。私全然知らなかったんですけども。でなんかスーパーで見た時は、またこうやって売り出してるっていうことは、もしかしたらこの使い捨てカメラでこの今の時代の何かすごい機能がついたのかなみたいな、昔の映るんですとは違うなんかあんのかなとか思って、ちょっとそれが気になって、ちょっと家に帰ってググってというか検索してみたんですけども、なんかねこうパッとなんかのそういうニュース記事とか見たところ、特別なんかあのすごい機能がついたとかじゃないらしいんですけども、データをスマホに読み込めるとかなんかそういうのはあるらしいんですけども、何がこう人気というか再来ブームになってるかっていうと、若い人とかの中でそのフィルムカメラのあの画素数が低いとか画像が荒いとかね、そういうのがエモいっていうことで人気になってるとか、それで人気になるのっていうのがちょっと驚きだったんですけど、そうやって画像がちょっとこう荒いところがちょっとこうなんて言うんだろう、エモいというかちょっと昔っぽくてちょっと雰囲気があるっていうことなんですかね。そういうのとか、あとはこうカメラ屋さんとかにねフィルムをこう現像に出すっていうのがまたちょっとこうそういうのが面白いのかな。あとはこう撮ってみたけども現像をしてこう上がってくるまでどんな感じで撮れたのかがわからないっていう、そういうのを小さいエンタメとして楽しむみたいなね、そういう感じらしいんですね。要は不便さとかを楽しむってことですよね。なんかだから特に映るんですのその製品自体がすごく何かこう令和向けにバージョンアップしたとかそういうんじゃなくて、単純に昔のものを今の若い人がへえおもろいなエモいねなんて言いながら、それが人気になるってちょっとって思いましたね。で映るんです1個買ったら結構値段かかっちゃうじゃないですか。今ね普通にスマホを持ってれば
そんなお金かけずにそういうのいろんな写真が撮れるこの時代に写ルンです買うのって結構高いですよね。昔はね、逆にカメラ買うお金ない人が使い捨てカメラで、ない人がっていうか若い子はみんなそうですけど、そうやって手軽にこうカメラでパパパッと写真撮れてっていうのが、カメラ買えない若い世代も写真撮れて嬉しいねっていう感じでみんな持ってたって感じですよね。だから別にカメラ持ってかなくてもこのレジャー施設とかで買えるっていうのもお手軽で、めっちゃ買ってた記憶あります。プールとか行くとこのプールでカメラ買って、それで普通にみんなで写真撮って、後で現像するからねなんて言って、それで後で交換したりとかして、そういうのは楽しかったなっていうイメージですね。そうそう、だから今の若い子が画素数が荒いのとかが逆にいいって思うのが面白いなと思いました。そんなんね、スマホのカメラで加工も画素数悪くも加工、そういうエモい感じへの加工もできるだろうに、なんかおもろいなって本当に思いましたね。そうそう、最近そんなことを思ったって感じです。なんだろうな、あとは前回動画をアップした時の前回、数日前に動画アップした時のちょっと動画の内容すでに忘れちゃってるんですけども、その時のコメントでなんか私もそろそろ就活もしようかなっていうようなんかの話の流れでそういうコメントがあったので、私も就活ってしなきゃと思いつつ、なんかついついやろうと思うとすることねえしなみたいな感じで、なんか結構何も結局できてないみたいな感じになってるなって思ったんですね。それでちょっと考えたのは、やっぱり自分が私はねちょこちょこ言ってるように長生きはする予定ではあるんですけども、とはいえ何かハプニングで急に私の人生が終わるっていう可能性もなきにしもあらずだし、だからやっぱ準備はね早いってことはないと思うんですよね。しといて準備しといて結局50年後に死にましたみたいな感じだったら、50年間準備できてるから安心だぜみたいな感じで、その気持ちが楽じゃないですか。なんかその分気持ちが楽に生きれてるから、それはそれでいいじゃんみたいな感じなので、別に今からやっといてもいいよねっていう感じで、一つ思ったのは自分がなんかで召された時に、なんやかんやで結局は誰かしら私に対しての血族で一番近い人とかにね連絡が行くと思うんですよね。そしたら結局はそこにその人間たちが何かはするっていうことには絶対なるので、ある程度その時のねあれがあまりしなくてもいいようにスムーズにいくようにとかね、あとは悩まなくてもいいようにこれどうしたらいいんだろうみたいな、だからそういうのある程度ねちょっとずつ整理しといて、これはこうしとくべきだなっていうのをまとめておくっていうのはしとくべきだなっていうのは思ったんですね。でその一つ、なんやかんやでお金はそこそこかかっちゃうわけですよね。だからなんかそのお金を、私もね自分自身のお金がないからあれなんですけども、とりあえずすぐさまお金がなんかなんかその分のお金をなんかやってくれる人が自己負担になっちゃうけれども、とりあえず素早くその人にお金に行くようにするには、自分が亡くなった時の、いわゆる死亡保険ですねが、保険が一番すぐその人に手元に入る形なので、私ちなみに死亡保険っていうのはかけてないんですよ。特に残す相手もいないので。ただこういう時のために
いくらぐらいだろう、まあ100万円くらいはもうちょっとかな、まあ、実際にはもうちょっとなんですけど、なんか結局はかかっちゃうから、そのためのあれは用意してるんですね。でそれ一応個人年金保険なんですけども、それだったらまあいざという時に私が本当に一文なしになった時の最後の奥の手としてそれを自分で使うこともできるので、まあ普通に死亡保険でもね解約すれば全然貯金と同じようにできるんですけども、まあ、逆に死亡保険をね早くからかけといたらその辺の銀行に入れてるより利息もいいから、当分使う予定がない人はそういう運用の仕方もあるだろうねと思うんですけど、まあいいや。とにかく自分がそうやってうっかりあれって時になくなっちゃった時のためのやつは、そういうふうに個人年金保険を一応ちょっとずつ積み立ててあって、で私がその個人年金保険を受け取る前に自分が召されちゃった場合は、その受取人がそれを受け取れる形になってるので、すいませんちょっとあと少し面倒くさいことありますけど処理お願いしますっていうことでお金をスムーズに手渡せるっていうことになるんですよね。でなんだろう、その受取人はね、特に受取人のあなたを受取人にしましたって連絡とか許可を得なくても自分が指定した人を受取人にできるっていうメリットがあるんで勝手に受取人にさせてもらってますっていうところなんですけれども、どの生命保険会社もそうなのかな。まあいいや、まあそんな感じでそこはちょっと便利だなっていうふうには思ってるんですよね。ただ実は保険かけてました、受取人があなたでしたっていうのがすぐ伝わらないと、結局はそれが発覚するまでお金の負担とかがすごく大変かもしれないので、それはまずその保険がこういうのがありますっていうのがすぐ伝わるように、それをいわゆるエンディングノート的なところに、すぐ発見されるエンディングノート的なところにその情報は入れておくっていうことですね。あとはそのなんていうんですか、そのお骨とかお墓とかね、そういう問題をどうしたらいいんだろうっていうのに悩まれると思うので、そこもねある程度ちょっと意思をこういうのを希望しますっていうのを書いておくといいかなっていうふうに思ったりしてますね。でもちろんね、その書いてあったとてそれが本人の希望通りにいくかどうかは別として、ただ本人はこういう希望を持ってましたっていうのを知るだけで、まあその残された人間とかね、処理をしなきゃならない人間は気持ちが楽になるんじゃないかなっていうのがあって、でなんかこう私はね別にお墓とか全然こだわってないので、なんだったら散骨してもらってお墓っていうこの物理的な何か残さなくてもその方がなんかこう気持ちが楽だなっていうのがあるんですよね。でちょっとググったところ何でもググるんですけど今散骨業者っていうのがあるらしいですね。だから生前にこの散骨業者とかに依頼しておけば、この散骨する手続きとかね、そういうのをある程度こうなんか手配しておけるっていうのがあるらしいので、ちょっとねまだ詳しくは調べてないんですけれども、そのどこまで依頼するか、何でしたっけ、この遺体の部分を焼くところから依頼するのか、もしくはこの焼くとかはそういう血族に任せてその後の処理をやるのかとか、なんかそういうのがあるらしいので、ちょっとゆくゆくはねそういうのを調べてみたら、自分がねいきなりこう急に何かあって召された時に、この召される瞬間にあれやってなかったみたいなね、そういう心残りがないからいいなっていうふうには思いましたね。だからそういうのを自分で考えておけるっていうのはすごくいいなって思って、だからある程度ねそういう部分のこともちょっ
ちょっとお金がどれくらいかかるのかとかね、そういうのも調べとかなきゃなっていうのはありますね。あとはそのお家とかね、この残った私が持ってるものとかのね、処分とかそういうのもね、この業者さんに任せてできるのであればお金で解決したいから、その方が楽じゃないですか。だからこれはいらないとかね、これはこうだとかね、これは全然例えば他の人から見てこれちょっと価値があるものだったりとか、本人が大事にしてたんじゃないかなと思うと捨てにくいとか、そういうのあるじゃないですか。だからそういうちょっと価値がありそうなものは別に売ってもいいし、欲しい人がいれば使ってもいいし、処分してもいいよとか、そういうのを書いておくとね、後々任された人がきっと楽だろうなっていうふうに思ったりとかするんですよね。あとはね、単純にね、もう生きてる今の時点でこれもう使うかな、でもいらないなとかいうものはなるべく早く断捨離しとくっていうことですよね。これいるのいらないのっていう風な悩むものが減っとけば当たり前ですけども、作業が大幅に楽になるはずなんでだからなるべくいろんなものとか取っておきたくなっちゃうけれども、なるべく処分するっていうのをね捨てるものは捨てるっていうのはね、大事に、これでもいつか使いたいからなとか思ってるけども、でも使わずにもう十数年経っちゃったとか、そういうのってありますよね。だからね、そういうのをなるべく処分するっていうのも大事だよねっていうことを思ったりとかしました。だからあとエンディングノートっていうかね、ノートだといろいろある程度フォーマットが決まってて書くことねえなみたいのがあったりとかするんですよね。だから私はね、エンディングレターがいいかなと思ってるんですよ。100均とかでA4 サイズぐらいのでっかい封筒あるじゃないですか。で目立つようにその封筒でもブルーとかピンクとかちょっと色のついた封筒を買ってきて、そこにデカデカとエンディングレターって書いて、その中にルーズリーフとかでエンディングノート的な内容を書いて、そのエンディングレターって書いたそのブルーとかの封筒に入れて、でちゃんとのり付けして封をしとけば、もしたまにあんまないけど人が家にやってくるとかそういうことがあっても、もちろんね、自分の家にやってくる人はそんなちゃんとした友達しかいないはずですけども、うっかり見られちゃうっていうリスクもないじゃないですか。ノートとかだとパラパラって開けられちゃう可能性あるけど、エンディングレターっていう形で封筒に入れとけば、でかい封筒に入れとけば、そのビリビリって糊を剥がしたりとかする以外は見られることないので、それごと盗んでいく人っていうのはなかなかいないと思うし、盗まれたとて情報的にはなんか特に金銭とかそういうものに携わるものは書かないつもりなので、そういうのはまた別でちょっとここがこうですっていう風にちょっと工夫しようとは思うんですけども、あとはいろいろ自分が人生の中でパスワードとかね、登録したものとかそういうのですよね。そういうのとかもちょっと本人が亡くなった時はどうなるのかっていうのを調べておいて、必要であればそういうパスワードとかも残しておくとかね、そういうのあれですよね。あとは銀行口座とかもね、これとこれとこれしか持ってませんとかね、そういう情報とかもね分かるようにしといたりとかすると、楽だろうなっていうふうには思ったりとかしますね。個人情報なのでね、うっかり誰かに生きてる間に渡っちゃった時困んないようには考えようかななんていうふうには思ったりとかしてるんですけども、とりあえずあとはね、恥ずかしい日記とかはねとっとこ処分するっていうことですね。ちょっとずつ私も捨てるようにはしてるんですけども、ただ記録としてね、どうしてもスケジュール帳とかね、私が20歳ぐらいの時からのスケジュール帳ずっと取ってあるんですよね。
20歳くらいからですやばくないですか？30冊ぐらいあるのかなもうだからね結構かなりの量ではあるんですけど、その時のちょっとした記録が日記みたいになってんで、多分後で見るとおもろいだろうなと思ってちょっと捨てれなかったりとかするんですよね。でもそういうのもねそろそろねちょっと捨てなきゃなっていうふうには思うんですよね30年分ってなったらかなりの量だし、恥ずかしいっていうのもあるしね。あとはあれか、その若い時にまだスマホとかが全然出てくる前とかだとそのフィルムの現像した写真とかがこの物理的にいっぱいあるっていうのがありますよね。そのアルバムとかが結構あって、ただねそれなかなかその写真の内容的に結構いいんで、私がね80代とかのおばあちゃんになった時も見返したいから、見返すとちょっといい感じだなと思ってるんで、それはちょっと物理的にちょっとスペースをある程度は取ってるんだけど、それはねばあちゃんになってそろそろお迎えがっていう頃までは取っとこうかなっていう気がしますね。そんなことをちょっと最近妄想したりとかしましたそうそう、就活立つ鳥後を濁さずって言いますけれども、人のためでもあるけど、自分が立つ時にすっきりした感じでいけるのがいいなっていう風に思ったりしたよっていう話でございました。ということで、それではまた。